おはようございます。画家のぎそです。お元気ですか皆様。いかがお過ごしでしょうか。今日の動画はですね、こちらですね、人物、背景はですね、自然の中に、女性を置いたモデルは学生さんがしてくれたんですけども、作品となっております。これもやっぱり人物の肌というものとか、髪の毛の描き方とかね、そういうとこ皆さん難しいと思いますので、ぜひですね、こういうの参考に勉強されてみてください。髪の毛って難しいですけど、ある程度束で描いていくって感じかな。そういうの描けたらなかなか良くなってくると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。墨入れという作業を行っておりますけども、細い線でですね、墨1に対して水1ぐらいの感じで今やっていってますね。細い線、これは名村さんのナイロンの面相筆を自分で山切りカットにしております。ちょっと屋外で録音してみてます。ちょっと鳥のさえずりやらなんやらが非常に気持ちいいので、風はありませんので多分大丈夫かなというふうに思います。ちょっとなんかあれですね、これは芝刈り機の音まで入ってきそうなんでちょっと心配ですけども、こういうのもあっていいのかなと思います。眉毛とかも細い線で描いていってます。厳密に描くというよりは当たりですね、当たりをつけるような感覚で僕はまず描いていきます。で、この作業結構好きですね。面白いですね。やっていくとですね。で、一応この下書き終わりましてインプリミトゥーラ、いつものことなんですけどね、私はコバルトブルーとローアンバーを使って、完成油とテレピンぐらいかな、とかどうしても急ぎの時は超速乾メディウムみたいなのをちょっと入れると3日後ぐらいには書けます。いつもは通常1週間ぐらい間空けますけども、そういう歩き時計のものとかも使うこともあります。で、完全に乾いた後ですね、2層目を今塗っていっているという段階です。2層目は叩き筆で叩きます。若干吸収が止まりますので、若干吸収が止まったらこうやって叩いて、僕は暗い、下地を作るのが好きですね。なんか浮かび上がってくるように描いていけるので、それが僕は面白いです。透明水彩とかの場合っていうのはどっちかっていうと暗い色を重ねながら、どんどん暗くしていく、明るいところからですね。それが完全に乾いたら、2層目が乾いたら今、完成油だけで描く部分だけを濡らして、で、これティッシュで拭き取って、ですね、すり込むように拭き取って、書く部分だけ、こういう風に下準備して、釜油またはグリザ油から釜油の間ぐらいかなの作業をしていっているわけですね。明るいところポコポコと絵の具を塗ります。で、絵の具を塗るときはだいたい明るい色を一番明るい色を作って、そこにちょっとずつ暗くしていったりとか、暗い色を初めに作ってそこに白を足していく。どっちかというとそっちの方が一般的なんですけども、僕のこの初めの段階というのはどちらかというと明るい色ボンボンと乗せて、そこから中間色とか赤を描いていく。一番初めの段階はそういう風にしていきますね。混色の基本はどっちかというと暗い色を作ってそこに白を足していくというのが一番混色の基本かなという風に思います。ね、闇の中からニョキーと出てきた感じがわかるんじゃないですか。まずは全体に絵の具を乗せていきます。細かくやるんじゃなくて、全体に塗って、そこから叩き筆等で叩いて、絵の具を平滑にグラデーション等をつけていきます。人間の肌はやっぱりグラデーションというのがすごい命になってきますね。私の場合はですね。筆致とかを生かして描く絵描きさんなんていうのもいますよ。フランスハルスなんていう人なんかは、すんごい速記で、描いていく。そういうのもすごい参考になると思いますので、フランスハルス、もう一回言いますね。という絵描きさんなんかは、レンブラントと同じ時代の絵描きさんで、オランダの絵描きさんなんですけども、あれだけ同時代でも違う個性があるっていうことを知っておくと、美術館なんか行ったら面白いんですよ。ね、そういうのもすごく勉強になるんじゃないかなと思います。アラプリマ的なガガと筆致を。どうしても当時の絵っていうのは主題であるとか、書かれるものとかっていうのは似通ってきてしまったりとかですね、していたり、あとは色幅というのがやっぱり近代の産業革命以降っていうのはいろんな色が出てきたりとかして、今の方がやっぱ再現性というのはすごく高くなってきていると思うんですけども、やっぱ当時の絵とか見るとちょっと茶褐色系でなんか暗いわとか、宗教のテーマようわからへんわとか、そういった方もぜひですね、動画いっぱい作ってますので、そういうことを勉強できる
る動画をたくさんご用意してますので、勉強してみたらどうでしょうか。そして、ある程度全面塗ったら叩き筆でこうやって叩いていって、平滑にグラデーションになりましたね。ちょっと早送りを今回もちょっと使わせていただいてます。長い動画になってしまいますのでね、大事なポイントだけはゆっくり、お見せしようかなというふうに思っていますね。でまだまだ書きます。この段階で乾かないうちにどんどん書いていきながら、どんどん加筆していきながらですね、進めていっております。虫も飛んでるな。暑くなってきたな。非常に暑くなってきた。25度を超えるとやっぱ昆虫とかっていうのはね、元気になってきますので、ぼちぼちクワガタが出てくる季節なんじゃないかなというふうに思います。クワガタ病ですのでロマンがありますね。平田クワガタとかね、大クワガタ、ノコギリクワガタ、蝶も虫もいますね。非常に、周りは自然豊かなところで、なぜか屋外で録音しております。本当体調を崩したりするとやっぱ自然に行ったりするのが一番の療養だと思いますよ。自然の中でぼーっとするっていうのも大事かなと。ぼーっとしてないですね。今録音とかしているんですけども。で、唇とかはちょっと赤系を強めに、置いておきます。置いておいてですね。それで、髪の毛もザザザザ。髪の毛なんかこれすごい参考になるかもしれませんね。まず大きめの筆で。どうしても自信ない人で小さい筆使いがちやったりしますし、逆にすごい硬い筆ばっかり使ってて、書きにくそうっていう人も結構いたりしますので、筆もいろんな種類を使われるといいんじゃないかな。で、叩き筆で叩いて鳴らしていきながら、洋服とかもザザザザザと荒プリマっていうんですけども、荒書きっていう、また荒書きゆいさんみたいなことになりそうですけども、荒書きっていう感じでバババババッと絵の具を置いていっております。ね、こういう一番初めの作業あんま好きじゃないんですね。2層目、墨入れは好きでインプリマトゥーラ嫌いで、この1層目の荒書き荒プリマ的なの僕はあんま好きじゃなくて、それで次の作業がすごいまた好きなんですね。またグリザ油的に書くことが多いんです。まだ着色せずで、その段階っていうのは意外と好きで、またそれが完全に乾いてから着色する段階っていうのはちょっとこう緊張感があるのであまり好きではなくて、でまた本当に最後の最後に密度を上げていく仕事っていうのはまた好きでみたいな感じで、なんかね作業もやっぱり嫌なことも苦手なこともあったりしますよ。またこれもですね、ちょっと過去に上げた動画と同じように野いちごを持っている動画です。そして完全に乾いてから、今ねもう突然始まりましたけど、完全に乾いてから今今回紫塗ってってますね。完成油だけでこうで弾くんですね。これ弾くとき一生懸命皆さん指ですり込むなりなんなりしてみてくださいね。指ですり込んで、だいたいこう何回かやってるとなんか慣れてきます。溶き油が多すぎたりするよりはもう絵の具をちょっと多めにして拭き取ってあげるっていう感じで、そして、全面に塗れたら今度は顔の部分もあります。カンブルといってちょっと白っぽい絵の具をかけていってます。いいですね。チュンチュン言ったりピーピー言ったりしてますね。非常に気持ちいいですね。ちょっと全体に白っぽいのをかけて一番暗い色を少し明るくするような印象というか、そんな感じでやっていきますね。そしてティッシュでまた拭き取って、描いていきますね。で、こういう下準備って結構大事で、この段階でしっかりと乾かんような下地っていうのが作れたら理想的かなと思います。目のところとかに少しグレーズという感じで仕事をしていきながら、ちょっと暗いとこより暗くちょっとしてみようかなとかっていう感じで、塗っていっておりますね。これぐらいの筆、細い筆ですけども、そこまで、めちゃくちゃ細い筆でもない筆で、少しなんかこうパタパタとお化粧するような感じで描いていくんですかね。お化粧ね、男性もおじさんもやってみたらどうですか。奥さんおられたら奥さんに借りてみたりとか、なんかね、お一人の方はなんかこうなんかわからんけど買ってみたらどうですか。インターネットで今買えますからね、お店で買わなくても買えますんで、ぜひね紅ぐらい引いて、どうでしょうか。嘘ですよ。で、ちょっと色がついてきてますけど、まだ釜油というような感じで、あんまりこう色味を多くせずに、ある程度を作っていくという作業をしていってますね。で、目なんかも細かい描写するというより、まず土台を作っているんです。土台ってわかりますかね。これは顔の中の目っていうのは、骨の中にこう眼球がこう入っていてみたいなイメージを持つことが大事なんですね。で、そうすると影が落ちているとかっていうのとか出てきますよね。だからそういうこう骨格の中にあって、プラスここには光があって影があってみたいな感じで、なっていきます。
で、ちょっと着色もしつつ柔らかくするところはこう柔らかくしながら、でも下の絵の具というのは消えるわけじゃないのでですね、そういうのをうまく利用していかれるといいんですよ。できそうでしょう皆さんね。そして絵の具をまた明るいとこハイライトをグッと置いてみたり、虫が自分の目、なんやこれカマキリか。おでこにくっつきました。すみません。で、明るいとこグッとこうね、インパストって言って、厚く塗ることをインパストと言います。厚くぐーっと塗ってあげて、なんかこう出てきたような感じになっていくと。ね、どうですか皆さん、これでね、グリザイ油、カマ油が2層目の仕事ですけど、だいぶ明るくなってきますよね。明るく。で、今回はちょっと背景との絡みみたいなのも少しこうお見せできればということで、そういうところをちょっと注目して見られたらいいんじゃないでしょうか。よくこう背景が難しいということを言われたりすることあるんですけども、やっぱりこう、人がただちょんといるだけじゃなくて、周りがあって、そこにどういう人の肌の色になるかなと、周りの絡みはどういう風になるかなとかっていうことは意識していかないと、なんか合成写真みたいになってしまうことがありますので、周りで使った色を例えば人物の中に少し絡ませてあげるであるとか、ちょっとそういうことによって、すごく自然に見えてきますので、今は人の肌を中心に、見せてますけど、周りとかも少し後で加湿していきます。ただ今回の絵に関してもそんなに細かくこう出ている背景を描いていくというわけではなくて、周りも少しこうなんていうかキャッチボールしながらですね、このぐらいがいいかなとか、あんまりやりすぎん方がいいかなとか、そんな感じで、叩き筆でもこうね、鼻のところなんていうのももうちょっと白っぽくなってもいいやぐらいの感じで、関連付けて、一緒にこう叩いてあげたりしてる。わかりますかね。ね、そこからまた後で書けばいいやって感じなんですね。で、その瞬間はやっぱ決めてあげようっていう気持ちでやって、ちょっと柔らかくしようかなと思ったりしたら、ちょっと崩すような感じでまた書いてあげたりとか、こんな感じですね。で、ちょっと細かい描写も押していってます。ちょっと30分近い動画なので少し、長い動画となっておりますけども、で、唇なんかもこう、赤と、その今明るい色と、全くこうパキッと分けるんじゃなくて、ほんの少し1ミリか2ミリぐらいこう、なんていうんで、混ざらせ合わせる、噛み張ったね。噛み張りましたね。そういう気持ちで、やる部分やってもいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱ女性の肌ってね、面白いというか難しいし面白いし、すごい楽しいですよ。男性は男性でゴツゴツしてて面白いんで、これからもね、男性とかもいっぱい描けたらなというふうに思うんですけども、いかんせんね、なかなかね、ダメですね。やっぱ女性の方が好きなんでしょうね。私はね、多分そういう人なんでしょうね。これは致し方ないかなというふうに思います。なんか名画って私が好きな名画ってなんか女性が多い気がするんですね。モナリザしかりですけど、でもなんかこうレンブラントなんか男性の絵が多いですよね。かっこいいですよね。私はこれからそういう絵をたくさん描いていけたらと思いますので、もしモデルしてみたいとかいう人いたらご連絡いただければと思います。私の中にアリンコが今入ってきました。アリンコが入ってまいりました。で、唇とかをまた描いて、細かいちょっとね、筆とかを使いながらちょっと描きながらですね、なんかこう、私の描き方ですけど、いきなり細かい描写をするというより、少しずつ解像度を上げていくという感覚が強いのかなというふうに思います。いきなり細かい描写をするというよりは、ちょっとずつこう解像度を上げていくという感じですね。そういうのが多いかなと思います。で、こういうところもしっかり絵の具を置いてみて、それが周りとどうやってグラデーションにつながっていくかなとかっていうことをですね、考えながら描いていってるわけですね。わかりますかね。ちょんとまたアリが来ましたね。屋外で録音するんじゃなかったという今めちゃくちゃ後悔をしています。どういう状況かはなかなか今ねお伝えしにくいんですけども、でそれでまた花をちょっと描いてみて、どれぐらいの暗さまで持っていこうかなとか、こういうのはすごい大事ですね。美意識ですね。このぐらいかなあのぐらいかなっていうのをちゃんとこう自分の中で言い聞かせながら描かないといきなり真っ黒になってしまったりもしますので、ちょっとそういうのは注意してみてください。よくほんと鼻の穴が黒くグーってなってるやつを見かけることもありますので、そこはちょっと注意されて、こういう目の白目なんていうのも生の白ではなくてですね、これ髪の毛なんかこう背景の中で自然の中ちょっと紫、青みがかった紫みたいな明るさ、ハイライトみたいなのを差し込んでみたりとかしていってますね。
わかりますかね。髪の毛とかも大まかに作りながら、まだ2層目ですので、あんまりこう細かい描写と一本一本描くというよりは、少し大きな筆を使いながら大まかに描いていくということをしていっています。手とかもちょっとババーっと早送りでお見せしますけどもちょっと色を塗って、下に、完成油が塗られているのに滑る状態ですね。で、白をベッとインパスト厚く塗って、やっぱ厚く塗るとそこに目が行きます。で、人間の目って明るいところにだいたい目が行くようになっていると思うんですね。暗いとこ行くよりは光の当たっているとことかっていうところに目が行きがちですので、そういうところをちょっと大事に、描いてあげて、そこにまた物質感みたいなのをつけてあげたりすると、人間の目ってそこから見てくれるように親切にできているもんですよ。ね、親切にできていますんで。だから油絵っていうのは西洋でやっぱりこう発展していった画材ですので、西洋絵画っていうのは基本的に光を描くということをお忘れなく、頑張られてみてください。どうしてもですね、透明水彩とかはどっちかというと暗いところとかを描いていったりするじゃないですか。明るいところは塗り残す。一方油絵っていうのは明るいところを描いていく真逆なんですね。それはそれですごく面白いと思います。アクリル絵の具なんかは両方の使い方ができるかなと、油絵の具的にも透明水彩的にも使えるかなと思います。で、乾きが異常に早いということですね。油絵の具は乾きが遅いので、それはそれで最大の利点でもあるんじゃないかなと思いますので、そういうのを活用しながら描いていくということを少し考えられたり、画面の中で多少混ざらし合わせながら描いていくということも一つなんじゃないかなというふうに思いますよね。で、こういうふうに大まかな手であるとか、この野いちご的なやつですね。もう植物研究家の人、いやこれは違うわ、これは何やとか教えてください。おじさん知りませんので、今本当に便利ですからね。スマホとかかざしたらその花の種類とかが分かるみたいなやつもあったりしますもんね。非常に便利な時代だなというふうに思います。今日はあったかいな。今日クワガタがニョキニョキ出てきてるかもしれませんね。ちょっとこれからなんかね出てきそうなぐらいの感じがします。5月の今日親戚の結婚式があったんで、ちょっと母の実家の方に、一人で来てるんですけども、親戚の何々ちゃんもそうか26、7とかなんかと思ってですね、大変ですよね。今ね、ほんと結婚式もなかなかコロナで一回延期になりましたしね。でもいい旦那さん見つけたんちゃうかなというふうに思います。そして髪の毛ちょっと細い線を、もう背景がいきなり描かれてますね。やっぱ前後関係出すためにはやっぱり後ろも描くんですけども、今回はちょっとピントがボケたような雰囲気、に僕はしておこうかなと。だから扇形の筆とかでぼかしてみたりとかして、でもちゃんとなんていうか絵の具の物質感みたいなのはつけてあげようかなと。ただピンボケの写真じゃなくて油絵の具というものを使って、ピントがちょっとボケているような感じにしておこうかなというふうに思いました。で、細い髪の毛もちょこちょこ描きながら、少しずつ2層目にしてだいぶ密度が上がってきて、でもまだ釜油ということで血色みたいなのはそんなに良くはないですよね。ということで、後ろの方も少し、それでまた完全に乾いて今度は3層目ぐらいになるかな。これは最近ちょっと多いですね。その背景まで同じ色をやっぱ塗って、やっぱ統一感あるように多少していくわけですね。コバルトグリーンみたいな色と完成油だけで画面全面を今濡らしていって、それで、弾いたりしたり指ですり込んだりまた拭き取ったりとかしながら、周りとやっぱり関係性を持つっていうことをちょっと意識されてみてください。関係性を持つね、難しいですかね。全くもって人物は人物、背景は背景っていう風に書くんじゃなくて、これなんか本当に全面に塗ることによって後ろとちょっと統一感みたいなのが出てきたんじゃないかなと。で、指ですり込んで、せっかくつけたマチエールですので、マチエールも活かしつつですね、すり込みながら描いていっているということですね。これは大きな筆ですね。これも柔らかい筆ですよ。だいたいナイロン系の筆かなんかを使ってます。そして思い切っていきましたね。かなり黄色をビヤッと塗りました。ちょっと拭き取りました。ちょっと黄色すぎたかなみたいな感じかな。土台をこれ作って、土台というか書き込むための土台みたいなのを今作っていってるということでございます。で、ちょっと色とかをつけながらですね、少しつけながらですね、
やはりちょっと室内で録音をすることにいたしました。虫が足を張ってきたりとか。でもやっぱ自然の中にいるといろんなことを忘れてですね、癒されますよね。大事なことやなと。皆様のお住まいの地域のこういうところいいですよなんていうのを教えてほしいな。いつも思ってますね。そういうところにちょっと落ち着いたら、行きたいなというふうに思います。そういうところでもしね、4G 回線ぐらいがつながれば、ライブ配信とかできちゃうんちゃうかななんていうことを思ったりとかしてますしね、絵描きに行って。そしたらね、皆さんとお会いできるかもしれませんもんね。本当に皆さんにお会いしてみたいなと思いましたね。なんかこう、いろんな鬼好評とかも見ていたりしたら、わあ、こんなところにお住まいなんだとか、近くのこういうところがすごい素敵なとこあるんやなとか、あんなん見ながらね、本当になんかこう、自分の人生一回きりやのに、ねえ、行けるとこ行けんとこでもう限定的じゃないですか。時間はもう本当に限られているわけですよね。なんかそんな気がしますもんね。そしたらなんかもう、いても立ってもいられなくなる病という病気ですね、私の場合は。で、ちょっとこう、また塗った後に明るい色、ね、生の白に近いの。下の絵の具とか混ざり合わせながら、生の白に近いのが少し混ざり合わしながら、それもこう、ペタッと置くのも、置き方もなんか薄く置いてみて混ざらしたり、厚くベタッと置いて、あんまり混ざらんような状態にしてみたりとかっていう、こう、微妙なね、ことを実はやっていって、なかなかこう、そういうのがこう、説明が難しい、デリケートな部分かなというふうには思うんですけども、そんな風にやったりしていってますよ。ね。で、こういうのちょっとずつ、こう、ほんと、点って打ちながらですね、下の色、赤みがかっているとか、黄色みがかっているとかっていうのを残しつつも、ちょっとこう、僕なんかブルーグレー系の明るさで描いていきながら、どんどん複雑にしていく。そして背景との絡みですね、絵の具のガガとスピード感を持った絵の具みたいなのをつけておいて、それとのコントラストで、人間の肌を僕は自然となんとかというタイトルつけてしまったから、その範囲せんといかんですね。意外とこう本当になかなかこう動画をたくさん作り続けていくとね、ネタがないというかこうね、なんてタイトルつければいいんかなっていうふうに思ったりするんで、すみません。あんまりそういう話してませんけど、こうやって見ていくと、やっぱり輪郭のところに緑のがボーンと効いて髪の毛が暗くバーンと暗くなってるなんていうのとか分かりますか？例えば後頭部の方なんていうのは背景暗くなって髪の毛の方が明るくなって、こうやってこう輪郭を物の方が明るい場合と物の方が暗い場合、髪の毛なんていうの入り混じらせてあげたりすると輪郭っていうのにあまり目がいかなくなるんですね。くーっとくくってしまうようにしてしまうんじゃなくて、そういう風に複雑にしてあげると。そしてディティールとかっていうのをこう書いていきながらですね、書いていってます。だいぶ進んでまいりましたね。なかなか密度が上がって、なかなか素敵なチャーミングなモデルさんですね、を書いております。ね、ちょっと目をこう描いてみたりとかですね、しながらですね、なかなかこう、なんて言うんですかね。やっぱ女性とか難しいですよ。面白いなと。ね、本当にこう、逆に言うと85歳の女性とかも描いてみたいですしね。90歳の男性とかでもね、描いてみたいですよね。もう本当にダメですね。もうやりたいことが多すぎ病という病ですね。大杉先生です。なんのこっちゃ。本当にもうやりたいことが多すぎて時間というのが限られている。これはね、なかなかこう、人生ってね、どうなんですか。いやいや、みたいな感じかもしれませんけど、やっぱ60を超えてしまったりすると、ちょっと動きも鈍くなるんじゃないですか。どうですか。やっぱね、まだ40代のうちってまだ動けたりね、元気だったりしますもんね。で、こう、ちょんと、差し色、ちょっとお化粧的な感じかもしれませんけども、ちゃんと差しながら、密度をちょっとずつ上げながら、暗い色でも描いたり、明るい色でも描いたりという感じで、両方同じぐらいの頻度で描いてるのかな、このぐらいの段階になってくると、初めの段階というのはだいぶ明るい色をボンボンと使っていったんですけど、だいたいこの辺終盤ぐらいにかけては、両方同時に描いていく。で、細かい描写した後はやっぱ背景との絡みとかっていうのは考えないと、なんかここだけ浮いて見えてしまうということがありますので、でも、それでも背景もどれぐらいで描いてあげようかなっていうのはちょっと慎重に考えながらやらないといけないかなと思います。ちょんということでですね、描いていってますね。
この辺本当もう点が重なり合って、フェルメールの本当ですね、牛乳を注ぐ女とかっていうののアップにするとすごい点描で書かれていたりするんですよ。Google のアート&カルチャーっていう、サイトがあって、それから見ることができますんで、皆さんもぜひ見てみてください。僕はそういう書き方面白いなと思って、そういうのも参考にしながらですね、やっぱりこう僕らの世界ってもう昔からやられていることとかいっぱいあって、やっぱりね、もう誰もがやったことないことやりたいっていうのはやっぱり夢なんですけど、大体のことはやられているという世の中ですよね。でも YouTube の中やったらまだやられてないことって結構あるんちゃうかなと思ったりしているんですね。なんか世界もやってる人はいるかもしれないですけど、少ないというかね、そういうことあるんちゃうかな。やっぱりね、第一人者になってみたいというふうに思うことありますよね。ここまで本格的にプロとしてやっている人で、ここまで技法を見せている人ってあんまりいないんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、後ろとの絡みですね。ちょっとこうべっぺっぺと絵の具を置きながら全体を引きで見て、このぐらいのディティールに対して、人間の顔とかどうかなとかかなとか、ここの辺もあんま細かく描きすぎひんでもやっぱ背景との絡みを考えてどうかなこうかなみたいな感じの心のキャッチボールがあるわけでございますね。心のキャッチボールをしているわけですね。ちょん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 、あかなこうかなあかなこうかなということですね。すごい大事なんですよ。それとはこれ扇形のね、ナイロンの柔らかい筆、扇形のナイロンの柔らかい筆とかで絵の具を置いてそれをぼかしてあげたりします。ちょっと手のところ描いていっても早いですね。もうわかりませんね。すみません。で、こういうところ着色、ちょっと血色のいいとこ赤み塗って、そこから白どんどんほら、やってること同じようなことでしょ。なんか人の顔のところとそんなに変わらないと思います。で、手描く時のコツってやっぱりこう面で見れるかです。面で。なんかこう指一本一本っていうより、まず面でちゃんとこう見れるかっていうことがしっかり捉えられていたらいいかなというふうに思いますので、面で骨がこうあってここで曲がったことによって面ができると。で、その面をやっぱり意識してあげるということは大事です。で、ちょっと洋服とかもちょっと密度上げて描いていこうかなと、密度上げていこうかなというふうに思っていますね。という感じでちょっとずつ密度も上がってまいりましたよ。どうですか皆さんね。なかなかチャーミングな絵になってきたのかなというふうに思いながら、洋服のこういうシワとかもね、大変そうって思うかもしれないですけど、案外こうね、なんか楽しくね、ルンルンルンって描いて、絵描いてる時は一番僕はストレスがないっぽいんですよね。さあ、あと最後の段階、また同じことを繰り返しますが、密度を上げていく作業をしていきます。ちょっと長い動画となってしまいました。申し訳ありません。すみませんでした。でもね、本当に、一から全部見せていますので、皆さんも描けるようになると思いティッシュで拭き取ってます。ちょっと青っぽい色で、やっぱ背景とこうやって全部こうある程度塗ることによって統一感みたいなの出てきますよね。色の統一感。そしてちょっとこう混ぜんだけですね、ピンクみたいにちょんちょんちょんと差し色的にさしてあげて、ピンクっぽいことね、血色のいいね、もう若者おじさんみたいにね、黒光りガーシーさんみたいにデカデカですからね、真っ黒になっておじさんですからね。でちょっと着色をちょん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 としながら、ちょっとこうそれと緑色っぽいこう人の肌となんかこううまいこと絡み合って、やっぱ自然の中で見るとまた人の肌って美しいですよね。そういうのを感じるんじゃないかなというふうに思います。そしてまた白をある程度置いてきますね。どれくらいかな、ちょんちょんちょんね、置いてちょっと離れて確認してちょんちょんちょん、置いて離れて確認してちょんちょんちょん、なんていうことをしていってますね。ね、どうですかどうですかどうですか、ちょん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 ね、面白いですよね。でピンクとこのブルーグレーみたいな色がまた響き合って、また塗り残った緑色っぽい、黄色っぽい色もこう響き合ってみたいな感じで、ちょん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 となっていく。明るい色をポンと置いてみてですね、いかがですか。ちょっとずつ完成へ向かって進んで邁進してまいりました。やっぱりこう段階をしっかり追って、構造を作っていくと絵って複雑になってきて、あるところから絵の具と呼ばれる物質のものが物に変わっていくんですね。物に変わるってわかりますか。単に絵の具をボンっていうね、絵の具がちょっとずつこういろんな複雑なこう方法によって重なりをもってして、それが複雑になってね、人の肌に
まるであたかも人の肌であるかのごとく見えてくる。でも僕は写実的な画家と称されてはいるんですけども、やっぱ好きなのはいろんなそれ以外も絵描きさんがいっぱいいますので、なんか後ろかっこよくザザザザザッと描けへんかななんていうふうに思ったりするんですね。緻密に後ろも背景もビチッと描かないとあかんでしょって怒られるかもしれませんけど、なんかその辺は自分の中ではこれぐらいの塩梅も悪くないんちゃうか、かっこいいんちゃうかみたいな風に思いながら絵を描いているんですね。この辺、ここが一番難しいですね。暗くなりすぎてしまって、なんかこうね、もう穴に見えてしまう。ちょっとだから明るくしてみて、これは学生さんとかでもよくこの辺もちょっと明るい方がいいんちゃうかなとかっていうのを言ってあげたりしますけどもね。で髪の毛とかも描きながらも着色もしながら眉毛もある程度大きく作ってからまた細かい描写とかをして、描いていっているわけです。さあどうでしょうか。叩き筆でポン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 なじませるようにポンポンポン、お化粧もなじませるようにポンポンポンですね、という感じで、仕上がってまいりました。最後の方ちょっとずつ本当に細かい筆、もともと細かい筆とか使うんですけれども、そこまで細かい筆をずっと使い続けるかっていうと僕はそうでもなくて、案外その辺は、なんて言うんですか、細かいのも使ったり、柔らかいのも使ったり、中間ぐらいのも使ったりですね、柔らかい叩き筆で叩いたり、髪の毛もいきなり細かい線を引くというよりは、柔らかい線を引いてみたりとか、ぼかしてみたりとか、指ですり込んでみたり、もうね、いろんな手を変え品を変えやっていることが分かっていただけますね。大変ね。おじさん大変そうねっていう感じでしょうか。で、これは細かい筆ですね。ちょん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 。もうほんと最後の最後の段階となってまいりました。いやー、30分にも及ぶ動画、長々ありがとうございます。本当にご視聴、皆さんの応援のおかげで、おじさん楽しく YouTube はやれております。本当 YouTube は本当に皆さんの応援のおかげで楽しくできています。もう感謝でございます。本当にいつか感謝の全国ツアーじゃないけど、いろんなとこ行ってみたいですね。人生って一回しかありませんのでね、行ったことないところ、もう行ってみたいしね、皆様がどういうところで暮らし、で、そういうところからどういうのが生まれるのか、なんかそういうのは本当に経験してみたいし、やってみたいな夢というものはね、なんか本当に個展をしたい、美術館レベルで個展をしたいと若い頃に思っていた。その前の段階は日動画廊さんでとか三越さんで高島屋さんで個展をしてみたいとか思っていた。実現をしていって、いくとまた新しい夢が今度は美術館レベルでしてみたいみたいな思ったりする。で、その後の今度画集出してみたいみたいな気持ちとかもあったりしたんですけども、今はもう全国回りたい。一番はそれかなと思います。ぜひですね、お近くの町に寄った際は遊びに来てどっかでライブ配信しますなんて告知をね、ホームページとかでもしかしてするかもしれませんしね、そういう機会があったらチェックしてほしいなと思います。いろんなとこ行きたいですね。やっぱ人生一回きり、日本の中だけでももともと攻め込みたいなというふうに思いながら、本日の動画と背景との絡みなんてあんま喋らんかったですね。すみませんでした。今後もご視聴よろしくお願いします。最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録またはいいねボタンをよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあこれもうこれだけね作品をもう全部見せるというか描き方見せる絵描きも珍しいんじゃないかなというふうに思いますので、よかったらですねチャンネル登録等していただければと思います。うるさいな、チビが下で騒いでおりますけども、ちょいちょいチビも出てきますので、今後ともぜひ動画視聴よろしくお願いいたします。それではまた。はい、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってますね。よろしくお願い。ではでは。